年中行事覚書。4、柳田国夫。節句は節句が正しい。節句というようなおかしな当て字が普通になってきたのはそう古いことではない。江戸幕府の初期に御節句というものを決めて、この日は必ず上長の家に祝賀に行くべきものと定めたという話だが、その頃を境として以前は大抵皆節句と書いており、節句と書くものはそれからだんだん多くなってきた。節句の句という字は供するものを、すなわち食物ということでもあった。今では人句とかぶつくとか、上に立てまつるもののみに限るようになったが、元の心持ちはこの漢字の構造が示すように、人がともどもに同じ飲食を同じ場に置いて賜ることまでを含んでいた。目的は必ずしも腹いっぱい食べて楽しむようにということではなかったが、同じ単位の飲食物、例えば一つの亀に醸した酒、一つの古式で蒸した子は飯、一つの臼の餅や一旗の売り大根を分けて双方の腹中に入れることは、そこに目に見えぬ力の連鎖を作るという古い信仰が根本にあったのである。初めて縁組をした二つの家門の間で、または初対面のこれから交際をしていこうという人たちが来ると、とかく一杯を交えるまでは打ち解けた気分にならぬなども、今は弊害百出だが、基づくところは皆この原理から出ている。まして神々や先祖の霊に対しては、形が目に見えぬだけに、それを繰り返さないと精神の連絡が心もとなく、ことに人と人との新たなる交渉には、四十個の目に見えぬものの参与を必要としたので、節日はその目的のために予定せられた日だったのである。ところが最近の祝祭日法とは違って、江戸時代の御節句の制定は厳粛であった。都合がつくなら出てきたらよかろうというのでなく、この祝賀に出ぬのは怠け者、あるいは不義理なやつと刻印を打たれるかもしれない。そこで猫も杓子も上子も起きてやってきて、少なくとも玄関の帳面には名をつけなければならない。都会ではこの右往左往が目覚ましいものであった。この連中の全部に対して共同の飲食を分かつことはとてもできない。あるいは皮肉な想像かとも思うが、なんだ節句と言いながら苦はないじゃないかと批評をしそうなものが多くなって、しからば節は一つの区切りだから節句と書くことにしようということになったものかとも考えられぬことはない。御節句という配置法は少しばかり人為的に程よく感覚を取ろうとした計画が現れている。地方で一般によく知られているのは、春は旧3月3日の雛の節句と夏の5月の端午の日であって、この2つだけにただ節句と言っても通用するほどに民間の言葉とよく一致している。9月の9日を節句という土地は関西の方でも半分以内のもので、その他はくんちと言ったりまた別の名で呼ぶところが多い。しかしこの3つならまず見当がつく。さて残りの2つはということになると、今でも確実に覚えている人ばかりはない。7月7日はなるほどというものもあろうが、それがなぜに祝賀の日になるかは多少の説明を必要とした。盆は不幸のなかった家々では以前もやはりおめでとうという日であり、普通にはこの日から15日までの間に親や目上の人の健在を祝する主演があった。それを数字が揃うので7月7日ということに決めたものと思われる。正月の7日に至っては日の数を月と揃える法則にも合わず、年越しの一つに数えられてはいるけれども、七草の粥と九州の鬼火以外にはそう大きな行事はない。察するにこれは元日と15日とには一般に家々おのおの自らの式が多いので、それに自由を与えようとした一種の情報であって、まあこの程度には等級した政策の表れなのである。この御節句の日を制定するに先立って幕府では各藩閣僚の実情を調べさせたところが、人日や七夕には地方ごとの風習の差が甚だしく、とても民間と歩調を合わせることができないのを知って、結局は理論によってこの5つの日を決したという話が伝わっている。
嘘かもしれないが外形は少なくともそうなっている。つまりよく考えて勝手に決めさえすれば人民はついてくるだろうと思ったのである。ところが必ずしも予測のごとくならず、民間には別に独自の年中行事があって、衰えたりまた盛んになったりしながらも、なお今日までは続いている。これがこの先どうなっていくかということは、政府や国会だけの力ではまだ決められない。5節句の制定には、現実生活の要求を十分に参酌しなかった嫌いがある。それから今一つは年久しい観光よりも、新たに入ってきた外国の理論に根拠をまず求めようとしたことが、ついに民風を新たにしえなかった原因かと思われる。もちろん私たちの行事とても、決して古代のままを伝えようとしていたのではなかった。中世以来の社会事情に動かされ、またはただ単なる流行によっても、よそでそうするならここでもと、気軽に改めた部分もないとは言えぬが、その保存にも改廃にも、ともかくも彼らの理由があった。歴史の学問がまだこの方面には進まないために、今まではそれを考えてみる道がなかったのである。やや泥縄の嫌いはあるけれども、これからでも少しずつ、注意を深めることにしてはどうかと思う。一つの例を挙げると、1年は12ヶ月であるのに、5節句をこれに配当すると、どこかに空撃ができないわけにはいかぬ。9の11月には11日の節句などはないが、ここは何もせずに過ぎた月かというと、決してそうでなかった。家の外は霜月の寒い風が吹きまくるが、ちょうど他の仕事も一通り片付いて、薪と食物とが共にやや豊かに、家に集まって親子夫婦の情を温めるとともに、群れの連続のこれからと今までとに、最も多くの資料を費やすべき、いわば精神生活の季節であった。静かな農民の感情はいろいろの祭りや行事となり、これに伴ういくつかの言い伝えに映し出されている。戦や災害が度重なって、人の移動が茂くなった頃から、少しずつこの月の楽しみが消え薄れて、今ではかなりの山村か、遠く中央から隔たった土地を訪ねて、わずかに残ったものを見つけるまでになっている。これが果たして免れがたい世の中の推移であったか、はたまたこの損失の補充はついているのかどうか、これを考えてみるものは今のところ、農民自らより他には、私たち少数のものがあるだけである。10月という月は神無月とも言って、元は神祭りのほとんとない月だった。ところが神社体館などを開いてみると、大小の社の祭典は、3分の2近くがこの月をもって挙行せられる。もちろんこれは新旧暦法の差で、現在10月というのは旧9月の月送りであるが、その9月とても元来はそう祭りの多い月ではなかった。稲はおおよそこの月の末までに刈り上げるが、それを掛け干しに尾に積んで、やがて到来すべきに稲目の日を待っているのが、楽しい、しかも至って厳粛な、心の準備の期間であった。どうしてこのようにまで長い日数を必要としたかは我々にも説明しがたいが、とにかくにこれは確かな事実であり、またしばしばよその民族の中でも聞くことであって、その代わりには祭りが滞りなく済んでしまった後の歓喜というものは、これまた今日の想像を絶した濃厚かつ強烈なものであったらしい。ところが内外の事情の次々の変化のために、この一月余りの物意味の期間を静かに謹慎して待ち暮らすことができなくなり、結局はやっと農事の一切りがついた9、9月に多くの収穫後の行事を引き上げてしまうことになって、冬はまた一段と寂しい退屈な人生の空白のごとく見られるに至った。この古今の変遷というものが、おそらくは日本の農民の気質と生活ぶりと分かりにくいものにしているのかと思う。